なぜ私は生まれてきたのだろう。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日はね、大谷のね50本塁打50盗塁50-50は達成できないという話をねしていこうと思います。お送りするのは私、これでも高校通算3割3分3厘、もちろん盗塁王、2番バッター、ネガティブマンでございます。まあね、あの当時マネージャーがまとめてくれたものに出塁率とかは入ってないのでね、 OPS なんかでもないですからね、そんな何十年も前ですからね、わからないですけれどもね、少なくともね全盛期の篠塚並みにはねバッティングセンスがあるのでね、長打力はないですけれども、長打力は大谷に負けますけれどもね、それ以外はそこそこやれたんじゃないのかなと思います。ポジションはファーストです。なぜなら中学時代に肩を壊しましてね、悲しい話ですね。まあそれはいいとしてですよね。大谷の50-50、50-50はあるのかないのかっていうことがね、世間で非常に気になる人も多いんじゃないでしょうかね。私のねネガティブマンの見解を申し述べるにないと思います。ちなみにこれは封を解いていないね、何十年も前のね水野の公式野球ボールになります。非常にレアじゃないですか。卒業するときにねいくらかもらったんですけどね、開封してませんからね。フォーシームということでね、ツーシームということでね、大谷のね50-50はないですよ多分。昨日ね45本目のホームランを打ちましたけれども、46盗塁ですけれどもね、なぜならばその理由についてやっぱりね、少しはね MLB 視聴歴20年以上のね私がちょっとね語っていこうと思いますけど、やっぱりね一重にね、やっぱりもう残り21試合ともなりますとね、この9月8日現在2024ともなりますとね、やはりあれなんですよ、ちょっとしたね食い違い、バッティングの食い違いでスランプがねやっぱり生まれるんですね。小さなものから大きなものまでね。8月はねスランプに陥ってましたけれどもね、ドジャースの大谷選手、それでもねなんとかね当たったボールをなんとか芯で捉えてね、ギリギリホームランを連発してね、結果終わってしまえばね6月谷と同じようにね12本も打ちました。あと5本打てばいいわけですけれどもね、9月21試合5本、まあ常識的に考えるならばね多分大丈夫だろうと。50-50、まあ余裕とまではいかないまでも、まあ常識的に考えればいけるだろうという見方がね8割9割なのかもしれませんけれども、私はね別にアンチではありません。とてもアンチではありませんよ。大谷がねメジャーリーグに来る前まではねヤンキースファンとしてね長年見てきましたけれども、ですからジャッジのね活躍は喜ばしいです。本当に嬉しいですよ。もちろん大谷選手のね、私は松井派であり、大谷の投げ谷派ですけれどもね、ここで立場をはっきりさせておくならばね、大谷はね投げ谷なんですよ、ね、打ち谷ではないのですよね。
みんなそこの本質に気づいてないですね。バッティングセンスから言えばね、私の方が上です。それはまあさておきですよ。あれですよね。なんて言うんでしょう。結局、そう。ジャッジもね、今、10試合ぐらいホームランが出てません。10試合ですよ。オズナも十何試合ホームランが出てません。ね、関係ないようで関係ある、ね、フィリーズのハーパー選手。なんと25試合ホームランが出ていません。ホームランバッターというよりも長打バッターですね。25試合ホームラン出てません。というようにですよ。あれだけバカスカ打ってたホームランバッターたちでもですよ。長いシーズン、6ヶ月ぐらい長いシーズンにおいては、簡単にね、スランプに陥って、10試合、20試合、20試合はさすがにとは思いますけれどもね、10試合ぐらいは簡単にね、スランプと言っても彼らはその間ヒットもね、打ってますし、ね、極端に悪いわけではないですけれども、そういうホームランバッターですら、簡単にちょっとしたスランプ、調子の悪さに陥ってしまうものなんですよ。バッティングっていうのはそれだけ水物なんですね。だもんでですね、やはり大谷に関してもね、残り21試合、あと5本、ね、皆さん余裕だと思うんですよ。ね、ちょっと詳しいやつでも、なんとか大丈夫なんじゃないのかなって思ってるところでしょうけれども、私はね、50-50ないと思いますね。盗塁はちょっと余裕かもしれませんけれどもね。足にスランプなしと申しますからね。ただ例えばですよ、残り3本だ、残り2本だみたいな時にですよ。残りがそうですね。10試合を切るぐらいになった時にですよ。中盤申し上げた、ちょっとしたスランプに陥ればね、簡単にね、日々は過ぎていき、試合は過ぎていき、ダメだったね、みたいなことになると思いますけれどもね。幸いね、ポジティブな話をね、ネガティブマンなのに、ポジティブな話はしたくないですけれどもね、ポジティブな話をすれば、8月ね、中旬まであれだけひどかったのが、下旬からね、ちょっと取り戻してますね。そう。相変わらず悪いように見えて、ハードヒットが増えて、ね、そう、かなり調子を戻してるように見えます。昨日のホームランもね、そう、大谷らしいね。打球角度があれだけ上がってもね、しっかり球をしばいて、そう、センター方向へのね、ホームラン。調子はすごくいいと思います。いいと思うんですけれどもね、やっぱり先ほど申し上げたようなね、やっぱり50本っていうのは皆さん麻痺してますけれども、50本メジャーリーグで打つ選手っていうのはもうめったにいませんからね。なんかジャッジとかね、が連発してるんで、にわかというか初心者というかね、見始めた人はちょっと簡単にいくような錯覚に陥ってますけれどもね、例えばレックス・ロドリゲスとかね、そういう本当に700本近く打ったホームランバッターでもね、50本超えたのは3回しかないとかね、そう。ステロイド全盛の時代の人たちはね、横に置きますけれどもね、そう。50本っていうのはとんでもない数字なんで、私はね、50-50は達成できないと思います。できません。断言しておきます。もう、今日の試合からホームランが全く打てなくて20試合経過しても全然驚きません。先ほど申したようにね、なんならね、ハーパーほどではないけれども、ジャッジみたいに、そう、51本打った後10試合ホームラン出ないなんていうことは、ジャッジですらあるわけですから。ね。大谷ならなおさらね、村のあるバッターですから。そう。で、やっぱりね、一
もう一つ理由を加えるとするのならばですよ、やはり9月の大谷っていうのはドジャースにおいてはですよ、常にプレッシャーの中にあるわけじゃないですか。そう。僕はね、ドジャースがここから10連敗ぐらいすればいいと思ってるんですよ。10連敗ぐらいするとね、個人の記録よりこう、ね、ケースバッティングみたいなね、勝たなきゃいけないと。パドレスにゲーム差をつけられて、首位が逆転されていると。ね、ポストシーズンに向けて、やっぱり少し余裕のある形で入りたい。となると、やっぱり地区優勝がね、したくなってくるわけですよね。まあ、そういうモチベーションが上がってる方がスランプに陥りにくいんじゃないのかなと、大谷の性格上ね。やらなきゃいけない。そう。ちゃんと塁に出ないといけない。みたいなね。そういうプレッシャー、いい意味でのプレッシャーの方がいいと思うんですよね。単純に記録ばっかり期待されるようなプレッシャーだとね、得点圏においてね、打てない時のように、結局変なプレッシャーがかかってね、良くないと思うんですよ。だから、これからドジャースが負けた方がね、50-50は達成できそうですけれど、今のね、こう余裕のあるドジャースだとね、変にプレッシャーがかかるんじゃないのかな。逆に全部の打席が注目されて、全部の打席がプレッシャーになるわけですからね。得点圏だろうとなかろうとね、もう全部の打席がもうホームラン出るかなってみんなが注目しちゃうわけですからね。嫌なプレッシャーですよね。それも一つの理由です。50-50できないっていうのはね。でも私はそれでいいと思うんです。そう。逆張りでも何でもない。アンチでも何でもないですよ。私ネガティブマンはね。違うんです。アリーグでホームラン王を取って、翌年ナリーグに移ってホームラン王を取る。まあ日本人でホームラン王っていう時点でもうね、頭おかしいですけども、バグってますけどね。信じられない。アンビリーバブル。アンリアルですけれどもね。そう。2年連続だけでもすごいけれども、ナリーグで両方取る選手も確か3人ぐらいしかいないんですが、アリーグからナリーグ連チャンでね、ホームラン王っていうのをもうすでにもうね、いないんです。史上初なんです。で、じゃあナリーグのホームラン王は確実なのか、ね、ネガティブマン、そこはどうなんだ。確実です。もう確実なんですよ。もう2位と8本差ですか。8本。ね。2位のオズナとね、8本差ですよ。オズナはね、12試合ホームランが出てません。こっからね、3試合に1本ずつ打ったとしてもね、追いつけません。で、それでですよ、まあ、ね、先ほど申し上げたように、50-50はできませんけれども、ね、スランプに陥ったとしても、大谷は残り20試合、スランプに陥っても、まあ、あと2本は打つであろうと。で、47本ぐらいで終わるんじゃないですかね。47本ということはもう、オズナはもう、今月残り、ね、20試合ぐらいで、何本打ちゃいいんだっていう話になってくるんでね。残り20試合でオズナは9本ぐらい打たないといけないですよね。10本ぐらい打たないといけない。もうそれはちょっと不可能ですよね。2試合に1本打たないといけない。ね。ホームランは確実なんですか。史上初のね、アリーグ、ナリーグまたいで2年連続、ね、史上初のもうね、ホームランキング、もう素晴らしいです。もうね。可動域が制限、ね、右腕の可動域が制限されている中でのね、怪我のリハビリ中の投手ですから、私投手谷派ですからね。あいつは投手ですよ。投手でこそセンスが光る。バッティングセンスはあんまり良くないですね。そうです。だからとんでもないことをやらかしてるわけですから。それでもう私としては十分じゃないですか。そして MVP 論争ありますね。もう間違いなく当確なんじゃないですか。もう45、
ね、45達成してますからね、すでにね。もうこの時点で MVP だと思います。だって誰もやったことないんですから。そうね、先日ね、野球に詳しくない人とね話をして、何がそんなにすごいんだっていう話をして、それはね、ホームランバッターっていうのは大体足がね別に速いわけじゃない、体格がしっかりしてるからホームランバッターなんだ、ね、そういう太っちょな連中が多い中でね、そう真逆の盗塁がもうまた多いっていうね、まあすごいことなんだよと。で、分かりやすい例としてホームランをね連発してる時にね、ホームランを打っちゃったらね盗塁できないんだよと。それで長打二塁打三塁打、三塁打はあんまないですけど、二塁打打った時点でなかなか三盗っていうのはできないじゃないですかね。大谷はやってますけれどもね。だからその長打を打ったら打ったでできないんだよと、盗塁はね。その中で数をこなすっていうのはとんでもないことなんだということをね。そしてメジャーのキャッチャーっていうのは大体肩が強いですからね。弱いやつもいますけれど、そうそうできるもんじゃない。そうルール改正でしやすくなったとは言いますけれどもね。そんなこと言ったってメジャーの記録的にはね、そんなに大した数字じゃないですよ。去年のアクーニャンの70にしても、今年のデラクルーズの60にしてもね、そんな大した数字じゃないですよ。大リーグ記録はもう100とかね、ありますからね。ルール改正前にそんな記録があるんだから、現代野球においては盗塁は少なくなってるんじゃないかって言われてるぐらいですからね。だからすごいことなんですよ。だから MVP はね、確定であるということを最後に述べておきたいと思います。ということでね、大谷の50-50は、ね、可能なのか、達成できるのかできないのかということについて、簡単にスランプに陥るのでできませんということですね。そう可能性の問題を論じてるんじゃなくて、プレッシャーとかいろんなね要素、一定の割合で来るスランプ、そして状況的なプレッシャー、ドジャースはそんなに負けが込まないですからね。考慮してもね、あとやっぱり9月のね大谷の成績っていうのはね、歴代悪いんですよね、通年で見るとね。それも一つの理由でもありますけれども、やっぱりジャッジもオズーナもねハーパーもね調子が悪くなってきてるのはそれは当然なんですよ。ね、162試合ですからね、最後の一月はねみんな疲れてるわけですよ。疲れてる割にはピッチャー陣はあれじゃないですか、大事に使われてますからね。また故障が多いですから、ルーキーとかね対戦したことのないピッチャーを使いたがるわけですよ。弱いチームも強いチームもね、それもあるんですよ。対戦したことのないピッチャーだったりね、生きのいいピッチャーだったりっていうのはね、3A から上がってきたりねしますから、そういうのとまたね対戦しなきゃいけませんから、意外と9月ってねみんな疲れてますからね、本数減るんですね。そんなことないじゃないかね、9月に上げるやつたくさんいるじゃないかっていう、それはね違うんですよ。4月5月6月7月で低迷してたやつがようやくね本来の調子を取り戻してるから上がってきてるように見えるってるだけでね、大谷とかジャッジとかねオズーナとかね、サンタンダーとかいろいろいますけどもね、そういうねボビー・ウィット・ジュニアとかいますけれども、そういう連中は逆なんですよ。フルスロットルで4月5月6月7月8月と打ってきたからこそ、この9月にちょっと疲れが出てるんですね、さすがにね。そういうことも考慮して大谷の50-50はないよという説明に変えさせていただきます、ね。そんな感じです。それでは明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。